こんにちは。今12時をちょっと過ぎました。いつも行っている八百屋さんが午後からやっているんですね。なので今日行こうと思うんですけれども、いつもだったら適当に野菜ポンポンポンって買うんです。あんまり献立を考えてからお買い物に行くっていうことがなくて、普段は適当に買って、冷蔵庫をだいたい使い切ってきたらまた次のお買い物行くっていう感じにしてるんですが、今日はちょっとお買い物メモをスマホにしていこうかなと思っています。というのもですね、私引っ越しをすることになりまして、それが6月の末なんですね。なのでそれまでに食料品をできるだけ減らしておきたいなって思っています。で、食料品って野菜とかは多分直前にきっちり食べきっていくと思うんですが、乾物ですね、引っ越しの時に持っていこうと思えば持っていけるので、ついついなんか大量の乾物やら調味料をそのまま移動ってしちゃうんですけれども、でもこの機会にちょっと古いもの食べきっちゃいたいなと思って、なのでこれから6月末までは買い物の前になんか在庫をチェックして、で一つ食材を選んで、これを食べきるにはっていう視点で献立を考えて、それに必要な他の材料を買い足すっていう風にしていきたいなと思っています。なので今日は1回目ということで、ちょっと一番怪しい乾物見ていこうかなと思うんですが、長寿麩ご存知ですか？多分滋賀県の麩だと思うんですけど、近江って書いてある。マロニーがお鍋しないから最近マロニーが残っているので、これは使いやすいからすぐ使っちゃおう。それからあとはこの辺はちょっとナッツとかなので関係ない。あきくらげ、これ業務スーパーで買ったのかな、だからすごいたくさん入ってるんですよ。きくらげ使おう。よし、ちょっとあまりにいっぺんにあれもこれもってすると消化しきれないと良くないので、今回はこの2つを使い切るっていうのでレシピ考えてみようと思います。マロニー何しようかな。久しぶりに鍋してもいいんですけど、最近ちょっと暑くなりましたね、一気に。なのでどうしようかな。なんか肉じゃがのなんか乗っているので肉じゃがにします。私プラントベースなので肉は使わないんですけど、マロニーとだからじゃがいも、新じゃがが美味しい季節なので新じゃががいいかも。あとは人参でしょ。肉の代わり、さっきの長寿麩を入れます。長寿麩を肉の代わりに入れます。きくらげはもう野菜炒めですよね。だからキャベツとか、野菜はほっといてもたくさん買ってくるので。あとなんだろう、そうそう、焼きそばに入れてみようかなということで、焼きそばの麺を買ってきます。こんな感じかな。書きました。これプラス何かあとは適当にっていう感じでお買い物してこようと思います。なのでこの辺は今週中に使い切れるかなと思います。
八百屋さんがいつもなら休みなんです、水曜日が。だけど昨日インスタ見たら、明日は水曜日ですがオープンしますっていうこと書かれていたので、ちょうどよかったと思って行こうと思います。最近はね、八百屋さんとかも個人商店さんだから頑張ってインスタとかされているんですけども、すごい野菜に詳しいじゃないですか。なので毎回その野菜をただただ入荷しましたってアップするだけじゃなくて、こんな食べ方がありますよとかいうのも書いてくれてたりするので、それを参考にすることもあります。こういうところがやっぱりスーパーとはちょっと違う利点だなと思います。そんですごく気になっているのが、ルバーブが入ったっていう風にインスタで、昨日の投稿なので今日残ってるかわかんないんですけども、去年私初めてルバーブ、見えるかな、このルバーブを去年初めてこの八百屋さんで買って、でジャムしたんですけど、すっごく美味しくって、なんだろう、爽やかな香りでも柑橘系みたいに酸味がすごく強いっていうわけでもないし、でももうベタベタ甘い系の果物でもないし、大体これ果物なのかどうかも私知らないんですけれども、今日もしあったら欲しいなって思ってます。ではちょっとお買い物に行ってきますね。八百屋さんで買ったものがじゃがいも、玉ねぎ、人参、さつまいも、大きなマッシュルーム、それからこれは60円ってなってるんですけれども、ちょっと葉っぱがしなびちゃってますっていうラディッシュまとめ買いしてきました。それからスナックエンドウ、ナス、ピーマン、キャベツ、どこまでいった、アスパラガスの季節ですね。大好きなんです。そしてかぶ、これも今日市場がお休みの日ということで、昨日仕入れたものなのかな、ちょっとしにゃっとしてますが、でもまだ大丈夫で、ゴーヤとルバーブありました。赤いルバーブです。でこの辺がスーパーで買ってきたもの、レタスと焼きそばと、きび砂糖。私は砂糖はきび砂糖を使っています。いつもこれ買ってます。で久しぶりに買ってしまった乳製品、サワークリームです。今うちにライ麦パンがあるので、それにつけたいと思って久々の乳製品買ってしまいました。ルバーブ、季節これからだということでした。今から7月8月ぐらいまではあるそうなんですけども、去年私緑のルバーブでジャムしまして、でこれ赤いので、緑が熟したら赤くなるんですかって聞いてみたら、もう種類が違うらしく、なんかちょっと香りの強さとかも違うということで、なのであまり大量に今回買わずにこれだけ赤買ってきて、
あと緑もまた出てきた時に買ってジャム作りたいなって思ってます。お昼ご飯はこの買ってきた焼きそばと、あとこのちょっとしなびた葉っぱの部分を焼きそばに入れちゃおうと思います。あとはきくらげ。しぼむと思うのでこれも全部炒めちゃいます。でこっちのラディッシュ本体はピクルスっていうか和風な味付けで、塩と昆布ぐらいかなで漬物浅漬けにしておこうと思います。あと焼きそばには戻してすごい増えた。ちょっとやりすぎたかもしれない。大きいのだけ肉が入ってないのでこの歯ごたえはいいかもしれない。はい、今日の焼きそばの具、麺だけ先にちょっと焼き付けますで揚げる。焦げちゃった。野菜麺を戻します。でソース入れます。盛り付けます。これフムスです。昨日作ったのあったのでこれと人参スティックがあったのでなんか添えてみます。これもね、人参スティックはいつもではないんですけども、時々こんな感じで瓶に入れて水入れて置いてあります。小腹が減った時にお菓子を食べるより人参がいいかなっていう感じで食べてます。どうでしょうか。ラディッシュの葉っぱすごい食べやすいです。きくらげ焼きそば美味しいです。よし、ルバーブのジャムを作ります。切ってる時は結構筋っぽいんじゃないかって思うんですよね。でもこれが煮ると全然この筋っ
濃いような感じはどっか行きます。295g なので半分の 150g ぐらいの砂糖を入れます。おー、ジャムって怖いね。こんなに砂糖を入れるんだね。まだまだ怖い怖い。でレモン、今日ちょっとライムですけど、水を 50cc くらい混ぜて、半分のレモンはこういう感じで冷蔵庫に入れてます。次、今日のラディッシュ、どうしようかな。半分に尻尾だけちょっとさっき生で食べたら硬い感じだったので落とします。ラディッシュ大好きなんですけど、傘に対してちょっと割高って思うので、大根と比べてとかですけど、なのであんまり買わない。今日は見切り品だったのでまとめ買いしてしまいましたが、色の濃い赤い野菜とかは紫キャベツとか玉ねぎとかそういうのって常備菜というかピクルスとかマリネとかそういう感じにして冷蔵庫にあると、なんか盛り付けて最後にこれをちょこっと添えるだけですごく食卓がいい感じになるので好きです。ぴったり。ルバーブの方はグツグツいってきたのでちょっと火を落とします。ここから10分か15分ぐらい煮ます。塩どれぐらい？水入れました。ちょっと塩適当に入れたので様子を見て足りなければ足します。いい匂い。こんな感じでグツグツしてきたのでちょっとだけアクを取ります。これはどうしようかな。今日は食べない。葉っぱは今日食べた方がいいかな。夜ご飯に何かします。忘れないように。
もう柔らかくなってて、混ぜると溶けるように崩れていきます。すごい早い。引っ越しなんですが、割と近くといえば近くです。ここから多分車で20分、うちは車ないんですけれども、バスを使って移動しても30分ぐらいで行けるところなので、区は違うんですけれども、お隣の区になるのかな、なんですが、割と近距離での引っ越しになります。今まで賃貸を転々としてた我が家の初めてのマイホームとなります。マイホームって言ってもマンションなので、なんかマイホーム感あんまりないんですが、で今、リフォーム中でリフォームが終わって引っ越しするのがもう日程決まってるんですけど、6月末ということなので、もうそろそろあと1ヶ月っていうところまで来ています。ちょっと前に見に行った時はもうなんかリフォーム用にこう壁をガーッと壊したりとかして、床も剥がされ荒野のようになっていたんですが、時々進捗状況の写真とかも送ってくださるんですが、工務店さんがなんか着々と進んでいるようで楽しみです。で引っ越しなんですが、手配は私がしまして、今回できるだけゴミを出さない引っ越しっていうのがしたくて、引っ越しすると本当に段ボール箱が何箱ぐらい、3040箱ぐらいドサーって持ってきてくれますし、でそれになんか緩衝材もねいっぱいプチプチじゃないけど白い薄いあれなんて言うんでしょう、スポンジっぽいやつ、あれをドサッとくれたりとか、会社に引っ越し会社によっては紙をくれた時もあったような気がするんですけども、とにかく引っ越し終わってからちょっと移動しただけの綺麗な段ボールを畳んでまた持って行ってもらうっていうことしないといけないので。でその段ボールは、リサイクルには回されると思うんですけども、でも1回きりかって思って今回はですね、段ボールいりませんってもう事前に断ってます。でお借りできる箱みたいなのがあるんですよね。クローゼットのものはそのままハンガーにかかったままボソッと入れられるハンガーボックスっていうのがありますし、その他にシューズボックス、靴もそのまま当日トトトトトって入れられる段になった箱を持ってきてくださいます。であともう一つ食器を入れる専用の箱っていうのがあって、中にちゃんと緩衝材みたいなのがセットされていて、そこにスポ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 って入れていったらいいだけの箱っていうのを3日前に持ってきてもらえることになっているので、それを使います。でそれ以外のものですが、服の下着類とかそういうのは収納ケースがうちいくつかあるので、その子にぎゅうぎゅうに詰めたり、あとスーツケースに詰めたりしようかなと思っているのと、プラス最近段ボール何かネットで購入したりとかして箱が届くと、その段ボール結構大きめのものはストックしてあるので、それに入れていこうと思っています。でそのことはもう事前に引っ越し業者さんには伝えていて、段ボール持ち込みですけどいいですかって聞いたら、全然いいですよっていうことだったので、今段ボール貯めているのと、で最悪足りなくなったらもうドラッグストアとかあとスーパーの端っこに積んであってご自由に使ってくださいねみたいなのがあるので、それをちょっと聞いて
いくつかもらってきたらそれで足りるんじゃないかなと思っていますなのでまたその辺に関してはどれぐらいの箱が荷造りでできたかとか、ゴミどれぐらい出たとかいうのも Vlog とかで撮れたらいいなっていうふうに思ってます。